ネフェルタリ家女王リリーの存在が明らかになったことで、空白の100年のことがいろいろ見えてきましたね。特にリリーという名前が百合を表すことから、フルールドリスなどフランス、つまりイム様を連想しますよね。今回はアマゾンリリーからイム様のイメージはフランスだけじゃないよという話をします。リリーって名前だけじゃんって思った方、小田先生を舐めすぎです。作中にリリーという名前が出てきた時にはちゃんと伏線が仕込まれているはずですので紹介します。では行きましょう。僕はユデロンさんのイム様とかぐや姫説から月がイム様を表すヒントになっており、竹から連想できるパンダもイム様のヒントだと考えました。作中に登場するパンダマンは月から来た王のヒントだと考えています。さらに前回の動画でツインテールが月から来た王のヒントになっているとお話ししました。パンダマンがツインテールって変じゃないって感じた方もいるかもしれませんね。これはジャンプからだけでは得られない情報なのですが、単行本の裏表紙にはっきりと登場しているんですけど、パンダマンの愛しい人であるパンダウーマンミがツインテールなんです。エネルの扉絵連載でもわかるように、月の都市ビルカから青い星に向かった王は少なくとも3人いますよね。そのうちの1人なのでしょうか。パンダウーマンミは作中アマゾンリリーで3度登場しているんです。リリーとツインテール、何か関係ありそうですよね。まだ僕の提唱するツインテール理論が信じられない方のためにちょっと補足すると、空島スカイピアの住民たちはほとんどの人が特殊な髪型をしているのですが、天国の門にいる監視官のアマゾンさん、何気に隠れツインテールです。アマゾン、リリー、ツインテール、ちょっと偶然ではない気がしませんか。さらにいきます。アマゾンリリーのアマゾンはおそらくギリシア神話に登場する女性だけの部族アマゾンが由来だと思いますが、アマゾンリリーのモデルとなっている国は SBS で小田先生が答えているように中国です。小田先生はちゃんと文化的水準の高い女人国にしたかったんですよねと中国にした理由を述べているんですけど、だからといって中国に絞られる要素にはならないですよね。小田先生は作中の全てに意味を持たせてきますから、アマゾンリリーのモデルを中国にした理由はそれだけではないはずです。僕はアマゾンリリーのモデルを中国にした理由のヒントは唐野玉座にあると思います。唐野玉座はいろいろな有名な玉座を混ぜ合わせたような作りになっていると思いますが、一番どこの国の玉座に近いかと言われたら中国の皇帝の玉座です。正面に3つの階段があり、両翼からも上がれるように階段があります。この階段の手すりの柱の上にある玉ねぎのような装飾は中国が起源とされる擬宝珠と呼ばれるものですが、なんとアマゾンユリは漢字で擬宝珠瑞泉と書くんです。これがどういうことを表しているかというと、読者にイム様はフランスイメージの人物だと思い込ませておいて、実は中国イメージの人物に入れ替わっている可能性があるということです。クジャ海賊団の船を引いている海蛇の名前はユダですよね。ユダといえばイエス・キリスト、つまり神を裏切ったことから裏切りの代名詞とされる名前です。アマゾンリリー出身の者が本来の神を裏切り唐野玉座を手に入れたのかもしれません。現在の唐野玉座にいる者はフランスイメージではなく中国イメージ。そう考えるといろいろと辻褄が合ってきます。僕は以前からイム様は操られている、もしくは成り代わっている者がいると考察していますし、現在の世界はパンダとネズミが支配していると言ってきました。パンダは当然中国ですし、ネズミはチューと鳴くので中国なのでしょう。天竜人の天竜も普通に考えれば中国のイメージです。NS ロビーでフランスの国鳥である鶏がチュンと鳴いていたのも、現在のイム様はフランスと見せかけて中国ということを表していたのかもしれません。中国のゲームである麻雀ではチュンは中のことです。サボがイム様に放った大手飛車は将棋の用語が有名ですが、実は麻雀用語にも大手飛車があります。思い返してみれば、あの鶏がいた部屋には中華服を着たジャブラがいましたし、部屋の中には唐野玉座と同じく擬宝珠の飾りがある橋がかかっていました。洋風建築のイメージがあるパンゲア城やエニエスロビーの中ですから、ちょっと違和感のある光景ではありましたよね。さてここからはフランスイメージのイム様が中国イメージに入れ替わっているという前提で考えていきましょう。ユダはキリストの12番目の使徒でしたが、彼がイエスを裏切り、マティアという人物が新たに12番目の使徒になったため、13番目の使徒と呼ばれるようになりました。13、中国で連想できるキャラといえば、かの国の八方水軍第13棟梁にしてドンであるサイですよね。ではサイの扉絵連載に注目してみましょう。サイは上半身裸に特徴のある襟というなかなか奇抜な服を着ています。この襟は
中世のヨーロッパの貴族や富裕層に流行したひだへりというものです。これをしていることですぐに思いつくのは、中世の貴族の他には流行遅れで渡来したものを身につけた隠れキリシタン、もしくはピエロぐらいではないでしょうか。八方水軍の船は虎ですし、サイのズボンの色は前回の動画でお話した3人の神と同じく青です。ちょっと前回の動画で話した青い虎のつながりが見えてきませんか？さらに進めます。話数の語呂合わせがバナナとなる第877話でウホリシアが初登場しています。ウホリシアは一人だけ椅子に座っており、周りに5人の男性を従えていることから、現在空の玉座に座っている人物を表しています。バナナといえばスカイピアの本当の神であったガンフォールを追い出して神の座についていたエネルの好物でもあります。やはりイム様が成り代わっているイメージです。他にワンピースでバナナといえばバナナワニもいます。前回の動画で話したジョイボーイに隕石を落としたワニのイメージのキャラは空の玉座に座る人物です。ついでなので付け加えると、以前の動画でバスカビルはイム様のヒントキャラであると話したのですが、フランキー一家がバスカビルのことをケルベロスと呼んでおり、スリラーバークのケルベロスに付けられている番号は82ですので、語呂合わせはワニとかバニーになります。ちなみに82話の扉絵は他と明らかに違って、話数の部分が第〇〇話ではなくエピソードになっているのも意味深です。強引に続けると、第682話のタイトルの語呂合わせはダイル・ワニは黒幕となります。やはり空の玉座に座る人物にはワニのイメージがあるのだと思います。さらにバナナといえばもう一つ、エースと黒ひげが決闘したバナロ島のバナナ岩。これはユデロンさんがバナナ型神話がモチーフになっていると考察を以前に出されているのですが、バナナ型神話を簡単に説明すると、バナナはすぐ腐るから短命、石は不変不死を表しており、人間は石ではなくバナナを選んだから短命になったという神話です。記憶が定かではないですが、確か同じ動画内で日本神話の岩永姫とこの花の咲夜姫の話もしていたと思います。この神話もバナナ型神話と似た話で、天孫は長寿の象徴であるブスな岩永姫を追い返し、繁栄の象徴である美しいこの花の咲夜姫と結婚したため短命になったという話です。説明が長くなりましたが、バナナ型神話を頭に入れて第877話の扉絵を見てください。サイは岩のようにごついユフォリシアではなく、可愛らしいベビーファイブを選び婚約破棄をしています。僕は扉絵連載は基本的に全てが空白の100年のヒントなのだと考えており、ジョイボーイは婚約詐欺をしてワニのイメージがあるキャラにげんこつか雷を落とされたと考えているのですが、この扉絵連載ってそのままだと思いませんか？第880話のサブタイトルはせっかく第26部にしてあげようと思ったのにです。26は語呂合わせで不老とも読めます。ジョイボーイは岩永姫のイメージがある空の玉座に座る人物と結婚していれば不老になれたのに、それを選ばなかったのでしょう。ただこの場合、13のゴリラのサイがジョイボーイ、ギア5のニカのイメージがあるベビー5が女王リリーとなっていますが、扉絵連載はあくまでヒントですので、サイとベビー5のリンクキャラの2人を逆の立場で考えるといいのだと思います。ということでサイイコールジョイボーイとして考えますが、第876話の扉絵のタイトルは八方水軍ドンサイ奇境です。これはジョイボーイのイメージ花が奇境であることを表していると思います。小田先生はこういうヒントの隠し方をよくやっているイメージです。奇境の英名はバルーンフラワーですから、シャーロット家39女のアナナが包丁を持たせると風船を割るという謎の設定はジョイボーイを指したアンナのことを指しているのでしょう。もう少しここを考えます。前回の動画でパウンドがジョイボーイのリンクキャラであり、ローラとシフォンがナミとイムのリンクキャラだと考えました。つまりナミとイムはジョイボーイの子供です。さらにもう一つ、以前の動画で太陽に近づきすぎて巨大スルメになってしまったダイオウイカのダイダロスがジョイボーイのリンクキャラだと考えたのですが、ダイダロスはギリシア神話に登場する有名な大工の名前です。そしてダイオウイカのダイダロスの親友だというイカロスはギリシア神話ではダイダロスの子供の名前です。つまりイカロスはイム様のヒントキャラということになるのですが、イカロスといえばイカロスの翼が有名ですよね。イカロスは蜜蝋で固めた翼によって自由自在に飛翔する能力を得たが、太陽神ヘイリオスに近づきすぎ、太陽の熱で牢を溶かされ墜落したという話です。人間の傲慢さやテクノロジーを批判する神話として有名ですよね。ムヒがイカロスの翼という技を使っていますから、ギリシア神話から名前を採用していることは間違いありません。ではなぜこの2人にダイダロス、イカロスというギリシア神話を元にした名前を付けたのでしょうか。
それはおそらく蜜蝋のイメージを持たせたかったからだと思います。ムッフィは薄盆の槍という技も使っているのですが、この薄盆とはおそらくウィッシュボーンのことです。ウィッシュボーンは鳥の胸骨のことですから、鳥の羽を蜜蝋で固めた翼を意識させられますよね。蜜蝋、槍で連想できるのがミスター3のドルドルアーツ森。多分ダイオウイカを仕留めたクロッカスの森も同じイメージです。おそらくこれが緑の中戸井さんが言っていた第66話のタイトル神殺した槍のイメージです。これに既視感ありませんか？そうです。第1085話でコブラ王を攻撃したあれです。操られてかどうなのかは分かりませんが、ジョイボーイを指したのはその子供であるイムということです。中戸井さんがツイートしていましたが、イムと双子であるナミが3時に言葉の槍を指したのもこのイメージでしょう。僕はイムがナミの双子の兄もしくは姉だと考えており、イムが父を殺したことは以前に考えたノジコとナミがドフラミンゴとロシナンテとリンクさせられているという説とも若干ですが被るところがあります。やはりジョイボーイもイムに刺される直前に笑ったのでしょうか。随分と本題からずれてしまった感はありますが、まだまだ空の玉座に座る人物が中国イメージのアマゾンリリー出身者に入れ替わっているとして考えていきます。アマゾンリリーでウホリシアの服装に一番近いのは海賊女帝のハンコックですよね。ハンコックは当然イム様のヒントキャラではあるのですが、ここで注目してほしいのはドラム王国です。ドラム城に本来住んでいたのはドラム王国の王であるワポルでしたよね。しかし現在住んでいるのはドクトリーヌことクレハです。ワポルはクレハのことをハンコックババアと言っているんですよね。ハンコクイコールハンコック。これは偶然ではないでしょう。クレハが現在の空の玉座にいる人物を表していると考えるのならば、ワポルはもともとパンゲア城にいた人物を表していることになります。そのワポルは初登場時どこにいたでしょうか。それはワポルの船である大型潜水奇襲帆船ブリキング号に乗って海中にいたんです。僕は以前からワポルは月から来た王のヒントキャラであると言っていますし、少し前の動画で月から来た王はクジライメージの青い星の中にいると考察しています。ワポルの船はカバのイメージですが、カバはクジラ偶定目とされる説もあるんです。クジラの中に月の王がいるという考察にきれいにはまりますよね。さらに深掘りします。アマゾンリリーにいたパンダウーマンミの名前から連想できるのは元百獣海賊団真打ちのスピードことうまみちゃんです。うまみちゃんの武器は弓矢です。アマゾンリリーのクジャの戦士の武器も弓矢。ハンコックもメロメロのみの能力でですが、スレイブアローを使います。他にも弓矢を使うキャラといえばチェスやペロスペローなんかもいますが、今回は女性の弓使いに注目します。僕が気になっている女性の弓使いはフィルムゴールドの特別連動版アニメであるハート・オブ・ゴールドに登場したナオミ・ドランクです。ナオミ・ドランクは宝石大好きのアーチャークイーン、つまり弓使いの女王という役どころでした。ドランクは英語のドランク、つまり酔っ払いです。このナオミ・ドランクは胸にアルファベットでナオミと書かれたシャツを着ているのですが、首から下げているネックレスのせいでしょっちゅう王が隠れてナミになっているんです。空の玉座に座っているイメージのリンクキャラにナミの文字。僕が以前から言い続けているナミとイム様が双子であるという説にも合致します。ドランクからイム様が酒イメージの呪いにかかっているという要素にも合います。これは地蔵さんから教えていただいたのですが、フィルムレッドでナミが鏡の中のブリュレに向かって話しかけるシーン。コマ送りにすると鏡に映ったナミの髪が一コマだけ紫色に変わります。これがイム様のイメージなのでしょうか。ただこれだとイム様がブスであるということに矛盾が出てしまうんですよね。なので僕はさらに操っているものが一人いないと辻褄が合わないと感じているんです。この辺は僕の中で答えが出次第報告しますね。僕の説明が下手なので分かりにくくなっていると思うので、一旦僕が予想している人間関係を整理します。空の玉座に座っているのはジョイボーイの子供であり、ナミとは双子。しかしアマゾンリリー出身の何者かに不老にされ操られている。そしてげんこつを落とされたジョイボーイとリリーがラフテルで仮死状態になっている。では仮死状態とはどういった状態なのかということをお話しします。僕はこれまでにお墓だ、ミイラだ、仮死状態だとちょっと混乱するようなことを言ってきました。これはあくまでそれぞれのヒントから導き出される答えを紹介しているのですけど、最終的に僕が考えているのはエメラルド漬けになっているリリーの墓とその上に立つジョイボーイの石像です。空白の100年を表す最大のヒントであろう話数は第800話ですよね。第800話は白雪姫のオマージュであろう扉絵です。物語をざっくり説明すると、白雪姫が老婆からもらった毒リンゴを喉に詰まらせてしまったことで仮死状態となり、
死んでしまったと勘違いした7人の小人がガラスの棺に入れたけど全く腐らなかった。ある日死体マニアの王子がやってきて白雪姫を棺ごと城に持って帰ろうとしたが、誤って棺を落としてしまい、従者が白雪姫を蹴飛ばした拍子に喉から毒リンゴが出て息を吹き返すというお話です。さすがにこれは少年誌ではできないでしょうから、ディズニー風にキスのイメージで目覚めるのだと思いますが、それはレイジュ、フランキー、プリンがしたように通常のキスなのか、扉絵のサンジの口がズニーシャのように長くなっていることから、以前に考えたようにズニーシャの噴火飴、ルフィのみずみずのピストル、キスの魚人中の水大砲のように水をかけるのでしょうか。僕の予想としてはやはり水をかけて解凍するのだと思います。671話の扉絵もガラスの靴に解凍と書いてありますしね。そして海水によって悪魔の呪いから解凍された太陽神が復活するのではないでしょうか。青木軸山のアイスタイムカプセルを受けたサウロも復活していますし、同じように九山に完全に凍らされたルフィとロビンも水につけて解凍しています。ドルドルの能力でカプセルに入っていたミスター3も水に浸かって復活していますしね。さて今回はかなり空白の100年に関わる人間関係の話をしてきましたが、真面目な話はここまでにして、どうしても今回の動画内で言っておきたい考えすぎてしまった考察があるのでよければ聞いてください。僕はガイモンがいた珍獣島はマリージョアとラフテルの両方を表していると考えているのですが、第620話の扉絵でガイモンのところにやってきたサーファンクルがとても意味深なキャラなんです。順に説明していきます。これはキャンパンさんが言っていたのですが、ガイモンはルフィにタワシと呼ばれていますので、亀の子を表しています。僕の中では亀とライオンは同じキャラのイメージなんですよね。ペコムズがライオンのミンクであり、カメカメの実の能力者であること、ベルメールさんのオートクチュールのデザインはひまわりをライオンに変えたため、ライオンに格子状の線が入っています。僕はこの線が亀の甲羅を表していると思っています。つまりガイモンが空の玉座にいるナミの双子の兄弟を表していると思うのですが、そう考えるとサーファンクルはガイモンの世話をしていますので、イム様の世話をしている人物を表します。サーは男性を表し、ファンクは以前に緑の呪いの動画内でも考えましたが、作中ではあまりいい意味の言葉としては使われていませんね。さらに最後のルの文字の後に棒がついていることでルーと読めてしまうのですが、先ほどと同じく緑の呪いの動画内で考えたように裏切るイメージのあるルー、地蔵さんが動画で言っているのですが、ラッキールーのルーはカレーのルーを表しているのではないかという説。サーファンクルもガイモンに何やら煮込んでいるものを食べさせていますしね。カレーでしょうか。頭に乗せているゴーグルも何やら似ています。さらに深掘りしていくと、僕は以前にイム様はビールのイメージがある呪いにかかっているという考察をしているのですが、サーファンクルの樽のマークは札幌黒ラベルですよね。体が樽というのは太っているという意味にも取れますよね。ビールっ腹でしょうか。ジョイボーイに重い思いをぶつけたピンクの豚のイメージとも合います。それに樽入り女というのも変ですよね。普通は箱入り娘というように樽入り娘の方がいいと思います。ルフィですらガイモンのことを箱入り男ではなく箱入り息子と言っています。言葉遊びが大好きな小田先生流に考えるなら、タとルの間に女を入れてタオになるでしょうか。ちょっと強引な気もしますが、なかなか意味深ですよね。今度は不老の逆となる620話の扉絵のラフテル側を考えますが、ここからはひどく考えすぎな考察をします。2人の男女が箱と樽に入っているという異常な光景。これには小田先生が絶対に描かない裏設定があるような気がしています。僕は以前の動画内でナミは赤ん坊の頃にマリージョアから逃がされて一番離れたオイコットにいると考え、マリージョアにはオイコットの逆である東京のイメージがあると考えました。そこでマリージョアを東京と考えて第879話と第620話の扉絵とを結びつけてみましょう。ジョイボーイはアマゾンリリーの誰かと政略結婚するはずだったが、浮気をして他の女性を連れてきた。竜といえば玉のようなものを持っているイメージがあると思いますが、これの名前はチンターマニと言います。相手は中国系韓国の人たちですから、浮気男の遊び男でプレイボーイのジョイボーイはボコボコにされ、チンターマニを取られてドラム缶にコンクリ詰めにされ、東京湾に沈められた。これで地獄に仏の完成です。小田先生ならこれぐらい考えていてもおかしくないと思います。すみません、どうしても言いたい衝動が抑えられず、最後にむちゃくちゃなこと言ってましたが、今回の考察いかがでしたでしょうか。これからもちょっと変わった視点の考察をしていきますので、見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。コメント、いいねボタンもお願いします。
ではまた次回。